今回の動画では次回のイベントではないかとされている。機器契約に作戦コードリジンで実装されるオペレーター。出発の信号を確認しました。補助オペレーター、シーンの紹介及び概説を行っていきます。カメラマンのシーン及び撮影サポートロボットのレンズです。どうぞよろしくお願いします。はじめまして。シーンは、シーンが種族としては分類されるのが初となるピロサ人で、ロドスを訪れる前は首から下げているカメラからもわかるようにカメラマンをしていた人物です。入植会話時の「はじめまして」という発言のように非常に発声はゆったりとしており、動作に関しても普通に動くことが愚か、感情を表現する際の顔の動きすらもゆったりとしているため、一般的な他の種族との意思疎通はかなり難しいものとなっており、常人の時間感覚では彼女の感情を汲み取ることは厳しくなっています。そのためシーンは一般的に見れば終始無言かつ無感情な人物と見られているようです。この意思疎通が難しいシーンの代わりに、シーンの意思疎通の仲介とお世話をしているのが撮影ロボットのレンズです。レンズはレイジアン製のサポートロボットであり、シーンにとってはとても大事な相棒です。ただ、もともとは喋るロボットではありませんでした。レンズが喋るロボットとなったのはロドス加入後のことであり、クロージャがシーンとの会話をレンズに仲介させればよいという考えから、シーンがいない間に勝手に改造をしたとのこと。ただ、クロージャはあくまでも発声機能をつけただけであり、知能面の追加はしていません。つまりレンズは最初から知能面に関する機能が搭載されており、これまでのレンズは喋ることはできなかったものの、レンズ自身もシーンのことを大切な友人だと思い、シーンが何を考えているのかを理解していただろうとのこと。なお、シーン自身はこのレンズが喋る機能については本当はどう思っているかはわかりませんが、一度もアンインストールの要求をしていないことから、おおむね満足はしているものと思われます。そして戦術したように彼女の動作が非常にゆったりとしているという点は、オリパシーの影響ではなく種族的な特徴となっています。つまり直すことができるものではなく、たとえオリパシーが根絶してもシーンの動作が機敏になるということはおそらくありません。シーン自身はサルゴンの中では比較的裕福な家庭ではあるのですが、社会に溶け込むことができなかった人物となっています。理由は至って単純、シーンの動作が遅すぎるからです。シーンは戦術したように周囲からは無言かつ無表情な人物と捉えられています。実際のところはこれは誤りで、シーン自身は感情豊かな人物ではあるものの、ただただ感情が顔に出るまでの時間が長いだけに過ぎません。ですが、そのような人物と付き合える人がいるかと言われれば、かなりの少数であると言わざるを得ず、この種族的特徴からシーンは他者からからかわれ、次第に社会からは孤立していくことになりました。一方でこの種族的特徴はシーンに対して危害だけでなく恩恵も与えています。一つは代謝が非常に低くなっているため、オリパシーの進行速度が遅くなっているということ。もう一つは常人ではおおよそ不可能な精密な動作とほとんど動くことがないということから、他者には真似できない撮影方法が可能となっているようです。普通に考えると危害しか加えない彼女の特徴が、少し見方を変えただけでカメラマンとしての才能を開花させたと言えるでしょう。レンズの話によれば、今のロドスの生活には満足しているようですし、オリパシーに感染してしまったものの、彼女のこれからの人生はこれまでと比べると順風満帆なのかもしれません。シーンのモチーフとなっている生物は種族の名称であるピロサなどから、怠け者がモチーフになっているものと思われます。怠け者は多くの方がご存知の通り、ほとんど動くことがない動物で、記録によれば1日に動く距離はたったの38メートル。主食は木の葉や新芽ですが、1日の摂取量がたったの8グラムという、言い方を変えれば究極にエコな動物です。そして食べ物の摂取量が少ないということからもわかるように、怠け者は代謝が非常に低く、怠け者は哺乳類にもかかわらず自分で体温を調節することができない変温動物です。そして食べたものの消化も自分の消化器官でするのではなく、胃の中にいる微生物に消化してもらっています。つまり自分から栄養を摂取することはできないため、
微生物が何らかの理由で動きを停止させると、満腹なのに餓死をするというよくわからない状態に陥ります。動作の緩慢さ以外の要素はシーンからは確認することはできませんでしたが、シーンの小心2に描かれている動物や怠け者の好物であるハイビスカスが至るところに散りばめられていることから、モチーフが怠け者になっていることにほぼ間違いはないでしょう。ただ、爪の部分が曖昧となっていることなどから、どの怠け者なのかは確認することはできませんでした。あなたにも見てみたい景色はある？シーンはメイヤーやマゼランと同じく召喚補助のオペレーターで、レンズを複数体ステージに召喚し、攻撃やブロック、ステルス無効化などを主な役割としています。HP や攻撃力などのステータスは、同じ星5召喚補助であるメイヤーと比べると、HP や防御力は高くなっている一方で、攻撃力は低くなっているため、やや防御寄りの性能と言えますが、召喚補助自体、ステータスが控えめとなっているので、大きな差はありません。また、他のレアリティの召喚補助と比べても、極端な数値というものはなく、召喚補助としては、一般的な範疇に性能は収まっていると言えるでしょう。素質は召喚補助特有の召喚ユニットの同時配置数に関する効果と、レンズの周囲8マス以内にいる敵のステルス効果を無効化するというもので、敵ステルス能力をカンパすることを得意としています。レンズのステータスは上記の表の通り、HP などのステータスはシーンのステータスに比例して上昇するものとなっており、最終的には星4先方クラス程度の性能までレンズのステータスは上昇します。このステータスはメイヤーの機械カワウソと比べると HP と攻撃力は高くなっている一方で防御力は低くなっていますが、大きな誤差というものはなく、基本的な数値で見るとほぼ同じものと言えるでしょう。ただし、メイヤーの機械カワウソにはメイヤーの素質の効果により、機械カワウソを攻撃した敵の攻撃速度を下げるという効果があるため、総合的な耐久力という面では、レンズは機械カワウソに劣っています。そのため、一見するとステルス効果しかレンズには長所がないように見えますが、口述するスキル効果によって、シーンは召喚補助の中では非常に扱いやすいオペレーターとなっているので、召喚補助の入門としてはおすすめとなっています。シーンの潜在能力強化による効果は、コストマイナス1、再配置時間マイナス8秒、術耐性プラス8、再配置時間マイナス6秒、コストマイナス1となっており、元の再配置時間も70秒のため、潜在強化による恩恵が、性能を通常オペレーターの水準にまで押し上げるというよりも、純粋にオペレーターを強化するというものとなっています。この点は同じく、機器契約で配布されたバイビークと似ており、機器契約で配布されるオペレーターは強力と言われるゆえんの一つとなっています。そのため、シーンも極端な話をすれば、潜在強化をしなくても十分に運用に耐えられる性能にはなっていますが、配布オペレーターは容易に潜在を最大まで強化することができますし、それはシーンも例外ではないため、シーンを使うのにわざわざ潜在強化をしないという理由もないでしょう。ですので、シーンを運用するのであれば、潜在は最大まで強化することをお勧めします。スキル1、保護色ステルスは、発動後はシーンが撤退するまで効果が持続する永続スキルで、配置されているレンズたちの攻撃力を上昇させ、ステルス効果を付与します。ステルス効果はレンズが敵をブロックしない限りは無効化されないので、遠距離攻撃系の敵から攻撃されることはありません。また、対象への攻撃判定となっている原石祭壇に関しても回避することが可能となっています。一方で、対象を選ばない攻撃や範囲攻撃系の攻撃は回避することができません。例を挙げるのであれば、噴気口によるダメージや爆弾虫の自爆、傭兵サルカツ術師の範囲攻撃などとなります。ただ、これらのダメージに気をつけるのであれば、配置次第では、厄介なステルスの敵をほぼ無効化することが可能となっています。一方で、攻撃力の上昇率は控えめとなっているので、他の召喚補助と比べると火力の爆発力はありません。上記の表は、スキルによる火力などをまとめた表となっており、
ご覧の通り、スキル DPS は他の召喚補助のスキルと比べても控えめとなっています。今回の表のシーンの平均 DPS は、スキル発動前とスキル発動後30秒を合わせたもののため、時間が経過すればするほど平均 DPS の数値は上がりますが、それでも平均 DPS は480を超えないので、やはり攻撃力の上昇はおまけ程度と見てもいいでしょう。また、このスキルをセットした場合は、レンズを補充する方法が存在しておらず、最大でも5体までしか配置及びストックできません。つまり、倒されてしまうごとにシーンの戦力は下がっていく一方となるので、このスキルを使用する場合は、レンズをいかに敵のルートから少し外した場所に配置できるかが重要となります。3-1で説明すると、赤い枠で囲われた場所よりも青い枠で囲われているような、敵の進行ルートではないけれど、敵が目の前を通るというような場所が最適ということです。スキル1は世話がかからないという点では優秀なスキルではある一方で、配置する場所を非常に選ぶというデメリットが存在しています。そのため、結果的にはやや扱いの難しいスキルとなっているため、スキル強化の優先度としてはあまり高くはありませんし、使う機会も多くはないでしょう。また、スキル特化による攻撃力の上昇率も一定となっているため、特に特化1と特化2は消費素材と上昇率が見合っていません。ですので、このスキルの強化に関しては7で据え置くか、発動に必要な SP が6減少する特化3まで上げ切ってしまうことをお勧めします。スキル2、パノラマオーバービュー撮影は、配置されているすべてのレンズの攻撃力、防御力、術耐性を強化、ステルス無効化の範囲を拡大させ、さらにレンズのストックを1台補充する効果を持ち、デメリットとして、スキル終了後はすべてのレンズが5秒間スタンします。スキル1はレンズが潜伏し、敵のステルスを無効化することに特化していた一方で、スキル2は短時間ながらもレンズを大幅に強化し、戦闘も可能にしている点が特徴となっています。そのため、他の召喚補助と同じように敵を直接的に殲滅をするという場合であれば、こちらのスキルが的確といえ、シーンを運用する場合には多くの場面で採用されるスキルとなっています。最大の特徴はやはり他の召喚補助と比べると運用のしやすさにあり、召喚補助は全体的に見るとスキル発動後は召喚ユニットは撤退することが多いのですが、レンズは撤退することなく5秒間スタンするのみとなっているので、配置がリセットされるということはありません。つまり、他の召喚補助で多く見られる召喚ユニットの再配置によるコストのドカ食いもないということです。そして、召喚ユニットであるレンズは、スキルを発動した時点でストックが最大値でなければ、必ず1体補充されます。そのため、他の召喚補助にありがちなスキル発動のタイミングを間違えて、召喚ユニットのストックが完全になくなり、オペレーター本体のみでしか攻撃できなくなるということはありません。スキルさえ発動させ続けていれば、レンズが無尽蔵に湧いてくる。それがこのスキルの強みの一つと言えます。パノラマオーバービュー撮影の火力などを他のスキルと比較した表は上記の通り、スキル火力はマゼランのアサルトモジュールにはかないませんが、発動時間がパノラマオーバービュー撮影の方が長いため、単体の敵に対しての総ダメージであれば、パノラマオーバービュー撮影の方が高くなっています。また、アサルトモジュールの発動に必要な SP が最小で38となっている一方で、パノラマオーバービュー撮影は30となっているため、スキル回転率もパノラマオーバービュー撮影の方が速く、結果的には通常攻撃時とスキル攻撃時の数値を合わせた平均 DPS は、パノラマオーバービュー撮影の方が速くなっています。ドローンの再配置時間のことも考えると、全召喚ユニットを合わせた1回の戦闘で繰り出せるダメージ量は、シーンのスキルにはかなり高いものになっていると言えるでしょう。続いて、各召喚ユニットのステータスをまとめた表を紹介。表の通り、スキル発動中のシーンのステータスはかなり高いものとなっており、攻撃力は前衛並み、防御力は重装並みにまで上昇します。そして、召喚ユニットとしては唯一の術耐性持ちとなるため、火力だけでなく、耐久力も優れた高い水準でまとまった性能になっています。実際のところ、召喚ユニットでこのステータスはかなり破格です。広範囲のステルス無効化、高いステータス強化、召喚ユニット補充、再配置の必要なしと、
おまけに、スキルの発動間隔もそれほど長いものではないどころか、召喚補助の中ではトップクラスの短さと、メイヤーのミーボ起爆やマゼランのアサルトモジュールのような爆発力はありませんが、召喚補助のスキルとしては、おおよそ不満となるような点が存在しておらず、かなり優秀なスキルと言えます。これらのスキル効果の内容や強化に必要な素材と強化率などを鑑みて、シーンを運用するつもりなのであれば、ぜひとも特化3にしておくことをお勧めします。特に召喚補助を多用する方なのであれば、特化しないという手はないでしょう。基地スキルはどちらも製造所に関するものとなっており、配置時間が長くなればなるほど製造効率が上昇していく効果のものと、製造所で作成しているものが作戦記録であれば保管上限が上昇するものとなっています。そのため、特に作戦記録作成時はケオベやバーミルと組み合わせることで高い製造効率を発揮することが可能となっており、製造効率を最大で 106% まで到達させることができます。ただ、シーンはバーミルやケオベのように体力消費を減少させる効果を持つスキルを所持していないため、長時間の配置の場合はバルカン、ケオベ、バーミルの組み合わせとは異なり、シーンとその他2人の体力は徐々に差が出てくる点には注意が必要です。それでも他のオペレーターとの組み合わせもあり、優秀であることに変わりはないので、基地スキル目的で育てるのも一つの選択肢です。それでは実際にシーンを使用していきます。今回使用するステージは LS5。シーンのステータスは昇進2、レベル80、スキル2、特化3となります。シーンは他の召喚補助と同じく配置した瞬間から召喚ユニットを配置できるため、LS5 のような配置コストがたまりづらいステージでもユニットを多数配置することができ、高速展開が可能となっています。また、レンズ自身もオリジム指定度であれば短期で処理できるため、序盤の安定性はかなり高くなっています。スキル発動中であればオリジム詞が多数現れても難なく処理してくれるでしょう。スキル終了後はこのように全てのレンズがスタンするため、スタンさせるタイミングを逆算しておかなければ敵ユニットに抜かれてしまう点は注意が必要です。承知した。スキルは発動させるだけでレンズのストックを1増やしてくれるので、場合によってはこのようにスキルを空打ちすることも重要となります。発動に必要な SP は30とそこまで高くはない上に、スズランやフィリオプシスと組み合わせるとさらに発動間隔は短くなるので、編成によっては積極的に空打ちを狙っていってもいいかもしれません。レンズがあなたのため。撮影。スキル発動中であれば、プッチャー相手でもある程度耐えることが可能で、凶悪流れ者程度の相手であればダメージはほぼ受けず、むしろ返り討ちにしてしまうくらいには火力があります。また、スキルを発動させさえすればレンズは補充できるので、このように雑にレンズを壁にできるのもこのスキルのメリットと言えます。決まったか。何ちらの愛名。
我が意向にかき消された。悪くない戦いだった。この私ですら胸の高鳴りを感じたほどだ。シーンは特にスキルには召喚補助の中では制約が最も緩いオペレーターと言っても過言ではなく、他の召喚補助と比べるとある程度雑に運用しても機能してくれる上に、スキルを発動さえさせればレンズのストックが補充されるため、高いリカバリー力と柔軟性を持ち合わせています。一方でマゼランのアサルトモジュールのような爆発力は持ち合わせてはいませんが、スキル発動時の防御力が優れているので壁役としても運用できるという点では他の召喚補助にはなかなか真似できない性能となっています。総じて他の召喚補助よりも扱いやすい性能となっているので、召喚補助にこれから触れてみたいという方には非常におすすめのオペレーターと言えます。当然、召喚補助を頻繁に使用する方にとっても十分使えるオペレーターとなっているので、育成の優先度としてはかなり高めと言えます。今後活躍できるコンテンツも用意されているので必須というわけではありませんが、できるだけ育成しておくことをお勧めします。以上でシーンの紹介及び解説を終わります。ご視聴ありがとうございました。